こんばんは。はるです。今回はシェイプシフターズチーム2のテアリストになります。本日からですね、チーム2が開始をされて、めちゃくちゃ強いです。もうみんな強い。アイコンの選手も現役の選手もめっちゃみんな強くてですね。今回もですね、テアリストにまとめたので、紹介をしていきたいなというふうに思います。選手の強さをですね、5段階で評価したものがティアリストになってるので、少しでも参考になれば嬉しいなというふうに思います。じゃあそれでは、早速紹介をしていきます。こちらがシェイプシフターズチーム2のですね、ティアリストになります。C と D には誰も入れてないです。それぐらい、本当にSBC の選手も含めて、SBC 目標の選手も含めてですね、ちょっとチーム2は、強い、選手たちが多いなという風に感じますね。で、そして、B です。B はキーパーから ST に変更されたペペレイナ。そして、新しくキーパーになった、カブレラですね。そして、シェイプシフターズアイコンのリケルメを入れました。リケルメは LB に変更をされてます。ペペレイナはですね、目標でゲットできる選手なんですけれども、基本的には全然悪くないですし、普通にやっぱり現環境でも通用をする、レベルになってきてます。で、逆足も5で、スキルが4という風なことですね。で、ドリブルに関しては、重たいと思います、普通に。そこの重さがあって、なかなか、A には上げきれなかったなという風なところです。敏捷性とね、バランスはね、十分90超えててね、いいんですけど、ドリブリングっていうのがちょっと低くて、そこがね、かなり、ちょっとドリブルの重さにつながるなという風なところです。あとはやっぱりもともとね、身長も大きいので、その中で、重たいなという風に感じること。っていうのは多い選手にはなりますね。目標なんで無料でゲットできる選手としては非常に使えるんですけど、どうしても現環境の中でもう本当にトップクラスっていう風なほどではないかなっていうのは思います。で、そして、キーパーになったカブレラですね。もともとセンターバックの選手で、身長190センチあるので、キーパーとしてもですね、使えなくはないという風には思います。ここに関してはちょっとキーパーはね、未知数だったりしますし、今回に関してはね、新しくキーパーになった選手なんで、ちょっとわからないということが、非常に多いんですけど、プレミアムっていうね、ケミ的な問題でいくと、ラリーガの選手、ね、2名分リーグ救えるので、それはもしね、ラリーガスカットを組んでる方からすると、嬉しいんじゃないかなっていうのは思いますね。で、そして、リケルメですね。LB できたリケルメなんですけれども、微妙かな。どちらかというと、ちょっと微妙な、選手にはなってしまったかなっていうのは思います。個人的にはちょっと最強のリケルメっていうのを、来て欲しかった、期待をして待っていたんですけれども、守備の選手として来たということで、サイドバックとしてね、上げるサイドバック、攻撃参加をさせるっていう風な上で、もともとスキル5っていうのは、十分なんですけれども、今の現環境では、普通な能力かなっていう風なところですね。もちろんペースとかが上がったり、していいですし、守備能力もね、備わったので、全然悪くはないんですけれども、ちょっとチーム1のイエローのような、全然全体としては強いんだけれども、別に今持ってる人、からすると別にそんな変えたいっていうほどではないかなっていうのは、感じですね。特にテオとか、あとはデイビスとかもそうかな、ヌーノメンデスとか、持ってる人は全然そこから変える必要性っていうのはあまり感じないかなっていうのは、思いますね。で、特段やっぱりサイドバックでスキル5あるに越したことはないですけど、前線だったりとかほどはいらないんで、スピードがあればね、ぐんぐん運んでいけるんで、なんで、だから、ちょっとリケルメは前線の選手としてね、個人的には来て欲しかったなというふうに思います。で、そして A ですね。A はシェイプシフターズアイコンのセードルフ、そしてシェイプシフターズのザハ、でそして、シェイプシフターズアイコンの、2バージョン来てますプティですね。この、選手としては3名、カードとしては4枚、ですね。セドルフに関しては、もちろんめっちゃ強いです。
し、中盤の選手が、元々の中盤、CM から CDM に変わったんですけど、ほぼ変わりなく、中盤で使えるような選手で強化をされたというのは非常にでかいですね。個人的には嬉しいポイントで、あとは逆足もね、5になってるので、そこがかなりいいかなっていうのは思います。ちょっとね、一番上にね、上げたかった、選手、行く可能性っていうのは十分あり得る選手、かなっていう風には思ったぐらいなんですけど、アジリティがちょっと低いですね。敏捷性っていう風な部分がちょっと低くて、84で低くて、バランスだったりドリブルの数字っていうのは高くて、身長もね、176センチって小柄な選手なんで、めっちゃ、重たいかって言われるとそんなことはないんですけど、ちょっと切り返しの時とかに重さっていうか遅さっていうのが出てしまう、そんな選手にはなりますね。ちょっとエッシェンのような、感じ。なんで、そこがね、なんで身長小さいのにちょっと重たいのみたいな感じに、ちょっと遅いのって思う方はおられると思ったんで、なかなか S には上げきれなかったなという風なところです。ですけど、小さいながらに、やっぱりフィジカルもありますし、ボディタイプもね、力強い、ボディタイプをしているので、守備に関してはかなりいいと思います。取り切るという風な部分に関してはスピードもつきましたし、そこの部分は非常にいいです。加速タイプも長いという風な部分も、やっぱりプラスの要素としてはいいですし、で、その後取った後のパスっていうのも十分なんですけど、そのアジリティの低さっていうのがどうしても自分は気にはなるなという風に、感じたので A にしました。で、そしてザハですね。シェイプシーサーのザハ。ザハはね、本当に、なんて言うんでしょう。この選手もスキルが5で、スピードが速くてっていう風な選手なんで、本当に攻撃的な、サイドバックとして使うのが一番いいと思います。タイプ的にはですね、クアドラード。セリエ A で来たクアドラードが多分ちょっと近めかなっていうのは思うんで、なんでその中で、基本的には、攻撃的サイドバックとしては、トップレベルかなと。いうふうに思います。リケルメと違うところでいくとね、やっぱりスピードだったりとか、そこの推進力がね、ザハの方がもちろんあるし、ってなところなんですね。やっぱザハのプラスポイントとしては。なんで、サイドバックとしての守備力っていうのもね、備わったっていうのはありますけれども、どちらかといえば攻撃参加をさせてあげたい。そんな選手にはなりますね。ちょっとね、ケミ的には難しいんですけど、この選手もね、プレミアムで来てるんで、プレミアの選手使ってる方っていうのは十分、この人でケミ合わせますし、この人自体もね、ケミさんで使えるので、めちゃくちゃいいカードかなっていうのは自分は思います。で、ワークレートもね、ハイハイになって、守備の意識も高くなって、守備の数値自体はそれこそリケメだったりとかと同じような感じなんですけど、やっぱ攻撃で、プラスの要素が多いなという風にも感じるので、この選手を A にしたという風な、ところですね。普通にね、めっちゃ強いと思います。特にドリブル好きな方は、サイドバックから持ち運ぶことができるっていう、ことは一ついいポイントだと思いますし、その選手がスキルも5でドリブルもね、できるっていう選手だと、本当にドリブラーにとっては、めちゃくちゃいいんじゃないかなっていうのは思いますね。で、そして、プティですね、2バージョンあるんですけど、キャムと CB という風な、ことでですね、どちらも自分的には A かなという風なところですね。キャムに関してはスキルが5です。で、スキルが5なんですけど、逆足が3という風な部分が、個人的にはちょっと、マイナスポイント。で、今の現環境では物足りなさがあるなという風なところですね。能力的にはもちろん素晴らしく、いいですし、全然使えるレベルでは、あるんですけれども、ちょっとそこの逆足が3という風な部分だったりとか、あとはですね、身長もね、ちょっと大きめの選手ではあるので、ドリブル数値はめっちゃ高く、なったんですけど、現環境では他に代わりがいたりする可能性も、全然あるのかなという風なところです。で、センターバックの方に関してはですね、もちろん強いです。守備に関して対人の能力っていうのは非常に高いんですけれども、どうしても遅さっていうのは目立つという風に思います。なんでそこの、センターバックとしての速さっていう部分、スピードっていうの部分では、他の選手でもいいかなっていう風なところです。なんで、キャムに関しては逆足の部分だったりとか、ちょっとした、ドリブル能力が高くなりましたけど、ちょっとした重さ。で、センターバックに関してはペース面だったりとかがあって、他にもプラスの要素っていうのが多く出てきて、能力が高くなって強くなって出てきたプティなんですけれども、なかなか S には上げきれなかった理由としてはそういうのが
両方ともあります。で、そして S と A の間にいるのが、シェイプシフターズのマルシャルですね。マルシャル。マルシャルに関してはですね、逆足が5に、なってて、中盤の選手として守備も、できるようになってますね。で、この選手に関してはね、非常に素晴らしいです。正直ね、セイドルフとかと比べても、十分強くて、マルシャルも一番上に、しようかなというふうに迷ったぐらいの選手ですね。基本的には能力高く、ケミもいいので、スカートに刺さりやすいで実力があるという風な選手ですね。で、本当に100万を超えていてですね、非常に高価な、カードになってますね。で、シュートに関してはね、やっぱ ST の頃よりかは、どうしても能力は落ちてしまって、るので、めちゃくちゃね、ST の時より入るっていうことは、ないと思いますね。その分パスだったりとかも上手くて、ドリブルもね、ある程度軽くなってるという風なところですね。で、あとはスピードがね、93あるっていうのも素晴らしいですし、そのスピードを兼ね備えながら、フィジカルも強くて、ディフェンス値もある程度高くなったという風な部分が、非常にいいです。ですけど、やっぱりね、タックルの数値がね、84とそこだけね、低いんですよ、ちょっとだけ。なんで、やっぱりね、セイドルフと比べると、能力も似てていいんですけど、セイドルフの方が、守備的というか、守備で活躍ができる選手。マルシャルの方がちょっと攻撃にアクセントも付け加えられる、ような選手になるので、どちらの方が総合的に試合の勝ちっていう風な部分で、目立てるかっていうことを考えた場合は、マルシャルの方かなという風に思ったんで、この間に、したという風なところですね。で、そして、最後ですね、一番上 S ですね。S は非常に多く、なってます。シェイプシフターズのジルー、そして、目標で、ゲットできますグエンドゥージ、そしてシェイプシフターズのリシャーリソン、そして、ST に変更されました、ノイヤー、そして、デヨング、そして SBC で来ています、シェイプシフターズミリンコビッチ、サビッチ、そしてシェイプシフターズアイコンのエトー、そしてシェイプシフターズのデンベレ、そしてシェイプシフターズアイコンのガリンシャと、この9名を、入れました。ジルーに関してはですね、ちょっとね、過大評価かと思われる方も、おられるかもしれないんですけど、加速タイプが長いという風なことが非常に素晴らしいですし、個人的にはですね、強いという風に感じますね。ペースも88で加速タイプが長いという風になると、全然遅さっていうのは感じない、選手にはなるかと思います。で、ケミ的にもですね、手を持ってる方だったら十分、組み込みやすく、なりますし、あとは逆足も4と。いう風な部分が素晴らしく、そして冷静さも95あると、リアクションも高いという風なところですね。で、先ほど言った対人の部分、守備力っていうような、ところに関しても、非常に強く、フィジカルでも負けない。フィジカルに関してはね、カンストしてるんで、で、かつ空中戦に関しても、正直ほぼ負けないと思います。ジャンプ99で、身長も190センチを超えてるので、正直やっぱり ST の収める力、フィジカルのね、ガシッと、できる強さっていうのがセンターバックでも活かされるなという風な選手になるので、非常に強さっていうのを感じれる、選手じゃないかな、そういう風に思います。で、そして、目標でゲットできるグエンドゥージですね。グエンドゥージに関しては55に、なってます。この選手が目標でゲットできるのかという風に思うんですけれども、これは必ず取るべき、カードですね。絶対に取っておいた方がいいと思います。自分的にはめちゃくちゃ強い、選手にはなりますし、ポジションでね、ボランチ、起用が向いてると思います。センターバックで使うにしては、ちょっともったいないかな、っていうのは思います。センターバックっても、十分できるんですけれども、最適ではないなというふうに思うんで、なんでその中で、ポジションチェンジ、他にセンターバックを任せられる選手と、ポジションチェンジをして、ボランチ、CM とかで、使うのが一番いいのかなっていうふうに思います。シュート値はですね、めちゃくちゃね、あるっていう風なわけでは、ないんですけれども、55なんで、スキルも使いながらでいくと、まだ攻撃もちょっとできるのかなっていう風に、思います。どちらかというと守備的なね、選手ではあるんですけれども、非常に今作グエンドゥージ、強く、なってますし、このカード以外にもね、
強い選手ではあるので、そこからさらに、強化をされて5-5という風なことに、なり、みんなが取れるんで、これは目標なんで、頑張れば。なんで、非常にこの選手は強いかな。多分おそらく今作来た目標の選手の中では一番強いかなという風に自分は感じます。で、そして、リシャーリソンですね。リシャーリソン、シェイプシフターズで来ました。RW に変更をされてますね。リシャもですね、5-5になってます。もともと逆足が5なんですけど、スキルもね、5になりました。ドリブル数値上がったんですけど、なんていうんですかね、ドリブル数値の、より軽さっていうのはそこまで感じないと思います。身長もね、比較的ちょっと高め、ですし、めっちゃ軽い、鬼軽っていう風な、ほどではないかな、っていう風に思いますね。同じ RW ブラジル人のロドリゴだったりとかがいますけれども、ロドリゴとかよりかは全然、重たい、選手にはなります。重たいというか、なんていうんですかね、そんなにめちゃくちゃ持ちやすさがあるなっていう風にね、思う選手ではないかな。ネイマとかビニシウスとかロドリゴほどは。ですけど比較的持てるようにも、なってるのがこのリシャーリソンですし、やっぱり5-5の強みっていうのは活かせると思います。特にスキル使える方だったらドリブルの重さそんなに気にならないと思いますし、あとはパスも、非常に上手くなってですね、シュートももちろん打てるという風な選手ですね。あとはですね、やっぱり保険としてでフィジカルがあるっていうのがこの人の強みですね。で、そしてノイヤーですね、まさかのキーパーから ST に変更をされましたノイヤー。いつかはね、やっぱりノイヤーフィールドプレイとして来てほしいなという風に、思っていた時はあったんですけど、まさかこんなに強くなるとは思わなかったです。お笑いだろうと。ペペレイナみたいな感じです。お笑いだろうという風に思ってたんですけど、もうスキル5にもなってしまって。で、でかくて速いという今作の仕様に合いながら、パスも上手くてドリブルもある程度できるという風な選手になってしまいました。えぐいです。もう、すごいね。もう、こういうのに関しては、もう笑っちゃいますね。で、普通に、めちゃくちゃ強いと思います。めちゃくちゃ強いと思う。もうカントナとか超えてんちゃうかなっていうぐらいで、もう本当に強い選手になってしまいましたね。もう、おもろいね。シェイプシクサーズがおもろいなという風に感じてしまいますよ。で、フィジカルもあります。で、ヘディングもできます。ジャンプ99で、ヘディングの、精度っていうのも99なんで、で、もともとノイヤーってね、身長もキーパーなんで高くて193センチあるんで、この選手でクロスゲー十分できると思います。で、サイドバックとされれば普通に余裕で勝てると思うんで、本当に強いなーっていうのは思いますね。で、地上戦でも、加速タイプが長いで、ペースも94あるんで、で、決めきれる決定力に関しては97、シュート力に関しては98、そして冷静さも94あるんで、本当にハーランドみたいな、使い方っていうのはこの選手できます。ドリブルは若干重たいです。もちろん、やっぱり身長190超えてますし、ドリブルの数値もアジリティ85で、バランスも90という風な感じになってるんで、ドリブル以外は完璧です。ドリブルはちょっと重たさ感じるんで、そこだけは注意かなというような感じですけど、それを除けば、本当に地上戦、空中戦、どちらもできる、選手が来たなという風なところですね。で、さらにスキルも5なんで、えぐいです。もうこの人は、もうキーパーじゃない。もう、えぐいです。で、そして、続いて、デヨングですね。デヨングもね、リークの動画では話はしてたんですけど、一番はやっぱり、CM とか、中盤の選手として使えるデヨングが来てほしいなという風な話をしてたんですけど、バッチリです。バッチリ EA さん、ほんまにありがとう。ほんまありがとうなっていう感じで、CDM のデヨングが、来ました。で、デヨングもですね、セイドルフと同様に逆足が5に変更を、されてます。で、さらにですね、やっぱり強化を、されていて、守備力っていうのはかなり、上がってますし、ペースもめちゃくちゃ速く、なりましたね。なんで、そういう風な部分が、本当にこう、使いやすさにも、変わりますし、ペースの速さっていうのは、本当に今作も重要に、なるので、そこが上がったっていうのは素晴らしいポイントかなっていうのは、
思います。で、もともとドリブルが持ちやすい、選手にはなるので、まあそこのところはね、非常にこう中盤としてはありがたいかなというふうに思います。で、パスもうまくですね、まあシュートもね、まあ、なんていうんですかね、めちゃくちゃフリーとかであれば決めきる力っていうのは持ってる選手にはなりますね。全然打てないっていう選手ではないです。頑張れば普通にシュートも打てる、決めきることができるという風な選手になりますね。で、まあディフェンスに関してはもちろん、言わずもがなですね。まあというより CM の頃よりやっぱり CDM に変わったことによって守備値っていうのは非常に高くなってますし、フィジカルに関しても弱い選手だったんですけど、90を超えていてですね、そこのフィジカルで負けるっていうこともあまりない、選手にはなるかなというふうに感じますね。まあ、本当に使いやすいキャラクターのままで、守備力が上がったというふうな選手になるので、まあ本当にこう使いやすさも担保されながら、まあ、かっこよく、強い選手が、まあ、強いデヨングがね、来てくれたなという風なところで、個人的にはめちゃくちゃ嬉しい、限りですね。で、そして、SBC で来ました、ミリンコビッチ・サビッチですね。ミリンコビッチ・サビッチ。まあ、この選手に関してはですね、キーパーとして2メートルを、超えてます。2メートル2センチかな。っていう風な高身長を誇りながらですね、フィジカルもめちゃくちゃ強くなりました。カンストかな、フィジカルに関してカンスト近く、なってて、さらにスキルが5です。ウパメカのいらなくなりましたかという、まず疑問をね、抱きまして、この選手はプレミアムになってるんで、この選手自体はケミさんで、使うことができるので、ちょっとやばいなっていう風に、まあ思いますね。まあそうですね、フィジカルはカンストですね。で、まあジャンプに関してもカンストしていて、まあヘディングもね、正確性的にはカンストしてるんで、クロスゲーこの人でもできます。で、CM なんですけど、一応シュートもめっちゃ決めきることができますね。冷静さも96あって、決定力自体はね、85と少し低いんですけど、シュート力もね、93あるんで、まあ本当に CM の選手中盤から上がってきて、決めきるっていうことは十分できる選手になります。で、これだけ2メーター巨大な、選手がですね、ペース90で走る。で、さらに加速タイプも長いっていうような感じになるんで、どんどん加速していくという風なことにはなるので、まあちょっとえぐいですね。怪物ですね。もうピッチに怪物います。2メーターの。まあそういう怪物を求めてる方はぜひ作ってもいいんじゃないかなっていう風に思います。で、パスも上手いですし、もう何でもできる2メーターの怪物がいる。進撃の巨人です、彼は。なんでもうおもろいな。もうシェイプシスターおもろなってきてます。チーム2になってからより。なんで、もともとキーパーの選手とは思えないぐらい本当に強くて、で、ハゲてます。一応。なんでこう、わかりやすい。ピッチ上でもわかりやすい、ハゲてる巨人がいるので、まあそういう風なところでも面白みプラスめちゃくちゃ強い選手になるので、まあ個人的にはこの選手、本当に攻守にわたって、活躍ができる。ドリブルはちょっと重たいですよ。もちろん2メーター超えてるんで。ドリブルは重たいですし、もちろんノイアーと同様にアジリティも低いので、そこだけは注意ですけど、他は正直完璧です。マジで攻守にわたって活躍ができる、選手にはなるので、まあちょっと気になる方は全然作ってみても、15万ぐらいで作れて安いので、作ってみてもいいんじゃないかなっていうのは思います。めちゃくちゃね、個人的には S にふさわしい。何もふざけてるとかじゃなくて、キーパーだから、もう、ノイアーも含めてですけど、もうふざけてるとかじゃなくて、もうガチで強い、選手にはなるので、個人的にはミリンコビサビッチも S という風なことにしてます。で、そして、シェイプシフターズアイコンのエトーですね、エトーはですね、LW のバージョンと RW のバージョンがありますね。で、一応まあ、能力は変わらなくて、どちらも55になってます。で、基本的にやっぱりもちろんエトー55になってるという風なことで、非常に強力な、カードになってますし、能力的にもめちゃくちゃ高く、なってますね。個人的にはやっぱりエトーは55で来てほしいという風な話もね、リークの動画の中ではしてたので、まあまたその願いが叶って、自分的にはめちゃくちゃ嬉しいんですけれども、まあやっぱり本当に強い選手になったなと。いう風に感じてます。ペースも速くなりましたし、よりね。で、シュートも、まあ、より決めきることができるようになった。まあ、ST の時よりかはちょっと低くなってんのかな、サイドになったっていうことで。
まあですけど、そんなに言うて変わらへんっていうぐらいのシュート能力にはなってますし、あとはパスが出せるようになったっていうのが素晴らしいですね。視野、ショートパスどちらも90超えててね、全然十分ですし、あとはドリブルが、非常に軽くなったという風なところも、もともと扱いにくいっていう選手ではなかったんですけれども、より、ドリブルの数値も上がって、個人的には嬉しいですし、さらにそこにね、スキルもついてるので、本当に前線としては、使いやすさ抜群の、選手にはなったかな。スキルを使う方でも使わない方でも、どちらでも本当に使えるような、エトーになってるかなっていうふうには思うので、まあ個人的にはこの選手も S に入れて、まあそういないかなっていうふうには思います。で、そして、シェイプシフターズのデンベレですね、デンベレ。まあチーム2、一番高額な、選手になっていてですね、キャムに変更をされました。まあ前線の選手としてですね、まあまだ来てくれて、個人的には良かったかなというふうには思うんですけれども、キャムになったことによって、ちょっと守備もできるようになってるっていうのが、やっぱりデンベレのちょっと厄介なところですね。もう全部攻撃に振り切ってたらいいんですけど、ちょっとね、ディフェンス値もね、高くなってるんですよ。キャムになることによって。なんで、本当に自分で取って、そのまま自分でね、運んでいって、決めきるっていうところまで全部一人できるようになったんで、そういう風なところが、まあ、より、ちょっとこう、値段のね、高さにも現れてるのかなという風に思います。で、あとはやっぱり、キャムだけじゃなくて、CM もね、大体ポジションでできるようになってるっていう風なところも、値段1000万超えてるっていう、ことにも繋がってると思います。やっぱりね、キャムだけの選手って、ね、絶対多分今作安くなってるんですよ。フェキルとかもそうですけど、キャムしかできない選手って、もともとキャムがあるフォメって少ないんで、入れれないんですよ、ポジションに。なんで、そこで大体ポジションで CM にも変えれるっていうような部分が、でかいかなっていうのは思います。で、まあ、攻撃性能に関しては、もう本当に言わずもがなというか、ペースもあって、シュートも打てて、あとはドリブルもめちゃくちゃ軽くて、キャムということで、パスも上手くなってるし、ディフェンスもある程度できるようになってるっていう風な選手なんで、そらまあ1000万超えるわっていう感じです。で、55なんで、もともと。なんで、非常に、こう、来てほしいっていう思いが強かった選手っていう中で、まあ、期待をしていた選手だからこそ値段が高くなってるっていうのもありますけど、人気選手ってこともあってね。ですけど、やっぱり強さっていうような部分も、そこに加味をされて、1000万を超えてる選手になってるので、まあ、めちゃくちゃ強い。この選手も正直 S に、入れないとおかしいかなっていうレベルの、選手にはなるので、非常に強い、また、高額な、選手にはなってます。で、そして、最後ですね、シェイプシフターズアイコンのガリンシャですね、ガリンシャ。まあ、ガリンシャもですね、1000万近くなってて、本当にまあ800万、700万、600万ぐらいの選手でですね、ST に変更されました。まあ、まずこの選手もやっぱり RW からですね、後ろに下がらなくて、良かったなっていうのは思います。で、逆足はね、変わらず4なんですよ。だからスキルが5で逆足が4でって、もともと変わらない、ガリンシャのそのままっていうような感じです。ですけどやっぱり、能力はもちろんえぐく、なってます。総合値も多分このチーム2の中では一番高いのかな、98で。高くなっていてですね。本当に、めっちゃ軽いんですよ、ドリブル。で、身長も低いし、ボディタイプもショート&リーンっていうね、本当に軽いボディタイプをしてるので、めちゃくちゃ持ちやすいです。めちゃくちゃ持ちやすい。本当にね、この人合わない人いない。そんなレベルで、めっちゃ軽いし、で、さらにスキルも5なんで、ドリブラーの方にはほんまに合います、ガリンシャは。なんで、相手に使われると本当に厄介で、ドリブル上手い人には本当にガリンシャ止められない、そんなカードにはなるので、で、やっぱりフィジカルがやっぱり弱かったんですよ、どうしても。そういうちっこい選手、ドリブルが細かい選手って。ですけど、やっぱりこのガリンシャはフィジカルの数値もある程度高くなってるので、まあ負けない部分っていうのも、十分あるというふうに思いますね。まあ、という感じで、これがシェイプシフターズのチーム2ですね。の、ティアリストになります。まあ、非常にチーム2もですね、めちゃくちゃ豪華になって、まあ、新しくキーパーからですね、ポジション変更された選手もいますし、面白いだけじゃなくて、本当に強い、選手になってるので、まあ、かなり、楽しめるんじゃないかなっていうのは、思いますし、まあ、使っていてね、楽しめるっていうのは、チーム2の方があるんじゃないかなっていうのは思うので、まあ、またこの1週間ですね、楽しんでいければなというふうに思います。
それでは今回これで終わります。いいなと思ったらチャンネル登録、高評価お願いします。それでは、バイバイ。